始めました。都市と写真。前々回と内容被りますけど、今日も建築物を撮る動画をやっていきたいと思います。ストリートで人を撮るのはどうも抵抗があるという人は、ぜひこれを試してみてほしいです。建築といっても、風景の中の建築物ではなく、中望遠レンズで建物の一部を切り取って幾何学模様の美しさを見せたり、または建物の重なりを一つの物体として見る、そういった写真を撮っていきます。ちょっと抽象的な写真なので初心者の方にはあまり響かないかもしれません。でも撮り慣れてくるとこの面白さがわかるようになるはずです。今回は動画タイトルにスナップとついているように結構気軽に撮っています。場所は大阪中之島駅をスタートし、福島西梅田という感じで移動していきます。まずは中之島のグランキューブ大阪から撮っていきましょう。ここではコンクリートの構造物をどういう風に切り取るかを考えています。平面的ながら奥行きもちらっと見せてという形で1枚。ちょっといきなり渋すぎたかもしれません。でもこういう視点なんですよね。建築スナップの面白さって。ついてきてくださいね。どんどんいきますよ。次は福島3丁目を移動中。人通りの少ない路地で中之島方面に見えるビル群を撮ってみます。重なり合うビルを切り取って模様として見るとこんな感じになりました。一つの立体を別の角度から見たような感じ、キュビズムの影響を受けたような写真が撮れました。見た人に最初に違和感をちょっと持たせて 0.5 秒のタイムラグの後に全体を理解できるような写真になっています。こういう抽象的な写真、最近のお気に入りです。次は JR 福島駅の近くのホテル阪神大阪に来てます。正面に見えるビルの重なりを狙っています。少し近づいてもう一回撮っておきます。画角は 105mm です。はい、これはシンプルに幾何学模様の美しさを見せる写真になりました。この写真はカラーがポイントになるので編集で彩度をだいぶ上げています。左から影、明るいクリーム色、茶色、ブルーと4色に分かれているので、写真の意図が分かりやすくなっていますね。さらに奥へと進んでみます。こういう風に建物で影になっていてちょっとだけ光が入るような空間は良い写真が撮れる可能性が高いです。上を見上げてみましょう。はい、これは確定ですね。超広角レンズの出番です。上から差し込む光を狙っています。さらに途中で人が通ってきたのでそれも撮らせてもらいます。その2枚がこちらになります。こっちは上から差し込む光を撮った写真。そしてこっちは人を入れたショット。ここは満足したので次に行きましょう。先ほどのビルを出たすぐの場所、ガラス張りのビルがあったのでそれを撮ってみます。青い空とビルの壁がいい感じに切り取れました。ただもっと絞って F16 で撮った方が良かったかもしれません。そこから徒歩1分、高速道路と JR の高架に囲まれたエリアに来ました。ここで見つけたのが前方の構造物。動画ではちょっと分かりづらいのですが、前方に高速道路が伸びていて、その高速道路がビルを貫通しているのが見えるんですよね。
大阪住んでいる人なら、あれかとピンとくるはずです。はい、その写真がこれです。この角度から撮ったものは見たことないですね。奥行き感があり、なかなかいい写真になったと思います。ちなみにもっと近づくとこういう分かりやすい写真も撮れます。でもこれは全然ダメです。普通の視点、そして説明的です。動画用にわざと撮ったものではなく、つい撮ってしまった1枚、後で見返して反省しています。中望遠で切り取ると、その物体そのものを分かりやすく撮ってしまうか、または抽象的になりすぎて分かりにくく撮ってしまうかの2つの失敗パターンがあります。その2つのちょうどいいバランスを見つけるという意識が大切です。ということで今日の建築スナップは以上となります。人を入れた写真が1枚、あと超広角のショットも1枚ありましたが、全体としては中望遠でどう切り取るかという意識でやってみました。いつもと違う脳を使って視点で勝負するタイプのスナップ。やれば写真上達間違いなしです。ぜひチャレンジしてみてください。最後に今日撮った写真をおさらい、自己採点もつけておきます。それではまた。